頭に近い方が、油が乗りやすいの。金目鯛を使って、料理していくんですけれど、いつもはね、煮付けだとか、お刺身だとか、あと焼いたりだとかね、結構シンプルな料理を作ることが多いと思うんですけれど、今日はね、ちょっと凝った料理を作ってみようかなということで、金目鯛のアラ使って出汁を取って、で身は焼いてっていうね、食べ方を紹介しようかなと思いますので、とりあえずね、金目鯛はさばいていきますと。金目鯛はね、主な産地は千葉から静岡にかけてが多いですかね。銚子だとかね、あと静岡、伊豆だとかね。今日は稲取の金目鯛ですね。銚子の金目鯛とね、静岡の方の金目鯛を比べると、静岡の方が比較的ね、大きな魚体の金目鯛が多いと感じますかね。正直値段はね、結構銚子だとか、あと天津小湊だとか、あっちの方もいい値段はつく金目鯛が多いのかなとは思いますね。あとはね、神津島だとか八丈島だとか、あっちの方の金目鯛はね、正直ね、これも随分大きいとは思うんですけれど、これよりね、もう一回りぐらい大きい金目鯛が結構水揚げあるんですけれど、正直ね、あっちの方の金目鯛は比較的脂が弱い場合が多く感じますかね。もちろんね、産地だけでなくてね、その魚体によって脂の乗りに差はあるので、一概には言えないんですけれど、金目鯛の旬は、冬のね、寒い時期に、脂が乗りますんで、よかったらね、寒い時期は金目鯛食べてみてくださいと。鱗を落とせたら、水洗いしていきますと。頭を落として、で3枚におろしていきますと。金目鯛はね、この胸びれと腹びれが、直線上にね、こうつながってるので、このままね、まっすぐ落としてしまいますね。マダイだとかのね、この腹びれがもう少しこっちにある場合は、こうやってね、こっち側に1本こう入れてから落とすんですけれど、金目鯛の場合はね、こんな感じでまっすぐ落としてしまう場合が多いですかね。頭を落とすときにね、もしね、釜焼きだとか、この頭で一品作る場合は、こうね、多少大きめに身を落としてもいいんですけれど、今回は頭はね、出汁を取るのに使うので、なるべくね、こっち側に身が多く残るように、こういうね、斜めに包丁入れて、で頭を落としてって形に。そしたら内臓を出して、あとはこのね、血合いを、きれいに、水洗いしますと。で、このね、頭の方は、半分に割ってね、で、エラと内臓を掃除して出汁を取るのにね、使いますんで、頭を割る場合はね、こんな感じで立ててあげて、まず最初にね、こっち側にね、包丁を入れて半分に割りますと。で口から包丁入れてあげて、で、ここからこのね、頭を半分にまずは割りますと。頭が開けると思いますんで、あとはね、ここでエラを外して、でエラ外すと、自然とね、内臓が外れるので、こんな感じでね、外してあげてくださいと。エラがね、1、2、3箇所、ここで、1、2、3箇所、この3点でつながってるんで、それぞれのね、付け根に包丁入れて、で引き抜いてあげると、こういった形で内臓と一緒に外せますんで、
ここから半分に割ってもいいですし、そのね使い勝手のいい大きさに割って、頭は使ってくださいと。ちなみにね、他の魚はね、ここの肉も白いんですけど、金目鯛はね、このカマ、だからこの胸びれを動かしたり、この腹びれを動かす筋肉だと思うんですけれど、ここの肉がこういうね、赤っぽい色をしていると。意外とこの色がグロテスクなので、だからマダイの釜焼きとかね、ブリの釜焼きとかはあるけど、金目鯛の釜焼きってね、あまり見ないのは、ちょっとね、この見た目を気にしてあんまり料理にしないっていう方が多いからなんではないかと思いますね。はい、そしたらこっちの頭も、洗っていきますと。水洗いしてね、こんな感じで、綺麗に洗えたら、頭は、今回はね出汁に使うのでとりあえず置いておいて、金目鯛の身の方は、3枚におろしていこうかと思いますと。金目鯛はね、他の魚に比べて比較的ね身も骨も柔らかいので、あんまりね力を入れすぎておろすと包丁が骨の下に潜ってしまうなんてことがあるので、優しくねさばいてあげてくださいと。あとね、金目鯛はこのね背びれの付け根の骨がなんかちょっとね短くなってたりするので、そこもね無理に骨を探そうとして、おろすと結構ね包丁が骨の下に潜りやすいので、そのね2点を注意してさばいてあげればいいんではないかと思いますので、それをねここのね骨が、ここまでは普通にこう骨が通ってるんですけど、ここから急に骨が短くなりだすので、そこをね注意してさばいてあげてくださいという感じですかね。ちなみにね、金目鯛は白身魚なのかどうかなんて話をたまにするんですけれど、基本的にねこの赤身だとか白身だとかね、あと青魚っていう概念は結構ね厳密に決まっているものではなくて、人の感性によるところが大きくて、人によってはね赤身魚、マグロ、カツオと、あと青魚、サバとかアジ、イワシ、それ以外はなんかもう全部白身みたくね分類してしまう方もいるんですけれど、例えばねカンパチだとかブリだとか、あの辺は果たして白身なのかっていうねお話があったりだとか、あとはねだからノドグロ、キンキ、金目鯛ね、この辺はね果たして白身なのかなんてね話をたまにするんですけれど、あくまで僕の感覚なんですけれど、例えばね、ブリだとかカンパチ、ああいった魚は、なんとなくね青魚が大きくなったというか、アジが大きくなったような魚と僕はね思っていて、白身には入らないと思っていたり、金目鯛、ノドグロ、キンキ、この辺りは身は白いんですけど、なんとなくね深海魚系の白身っていう風に分類していて、でねじゃあ白身って何なんだと言いますと、これあくまで僕はですよ、僕はタイだとかねヒラメだとか、あとはコチだとかね、そういったこうしっかりと食感があって、でなんていうのかな、さっぱりとした品のいい味がする魚が白身魚なんではないかとは思っているので、その辺ね結構個人の感覚によって違うのでどうなんだろうというねお話をこの間したと。身ね3枚におろせたら、この中骨も出汁を取るのに使うので、これはね
半分に割っておきますと。で今度こっちのね、あばら骨を包丁ですいていきますと。あばら骨すけたら腹膜が、残るんですけれど、今回はね、焼いて食べるのでこの腹膜はね、残しておこうかなと思いますんで、すいたあばら骨も、出汁を取るのに使いますと。金目鯛ってよくスーパーでね、この状態で多分こうやって切って切り身で売ってると思うんですけれど、その場合ね、魚っていうのは基本的には頭に近い方が、脂が乗りやすいので、おそらくスーパーなんかだと皮目が上になってね並んでると思うので、ここのねベラッと下の方の身が薄くなってるね、切り身を選んであげると、脂の乗ったね部分を選んで買うことができます。でだんだんこういう多分こういう切り身もね見かけると思うんですよ。こういう切り身っていうのは尻尾に近い方なんで、このね頭の方と比べると脂が薄い場合が多いですよと。なんでね、もしスーパーなんかで買う機会があったら、選んでみてくださいと。あばら骨ねすいたらここのね血合い骨を抜いていくんですけれど、普通の魚ってこのね中骨が通ってたラインに骨が入ってるんですけど、金目鯛はねそのラインよりちょっと上に骨が入ってるんですよ。この中骨のラインで半分に割ると、金目鯛の場合はこの血合い骨がね随分上にあるんで、だいぶね身を削ってしまうんで、金目鯛の場合は、先にこのラインで、骨を抜いてからここでね身を渡しますと。はい、なんでね、最初にね説明しなかったんですけれど、今回はねこの金目鯛の身の方は焼いて、であとこれね頭だとか骨だとかで取った出汁でそのね焼いた金目鯛を食べるっていう料理を作ろうかと思いますので、これねこっちの身の方は適当な大きさに、切り出して、で塩を当てて焼き魚にできる状態にしておきますと。これがね、焼く前の下準備という。で当然ねこっちのお腹の方が、身は薄いので、こっちの方はね若干弱めに塩振ってあげたりだとかね、この身の厚い方は多少強めにね塩振ってあげたりだとか、あと塩振って置いとく時間を長くするだとかね、そういったことやってあげると、味がね安定した、焼き物ができるかと思いますんで、自分なりの最適なね塩加減を見極めてくださいと。5分10分置いておくと身の水分が出るので、そしたら洗い流してって形ですね。今度は金目鯛のアラで出汁を取っていくんですけれど、ヒレはちょっとね邪魔なので、これねハサミで切り落として、そこからねこれをカリカリに焼いて、出汁を取っていきますと。でちょっとねこれ頭大きいんで、ここでね、半分に割って、カマと頭と切り分けて、ここから焼いていきますと。金目鯛のねアラがねこんがりと焼けたら、ここからね出汁を取っていきますと。で出汁取る時はね、これ生姜とネギと入れて、で火にかけて、あとねこれは、カリカリに焼いた魚のアラを入れて、これでね、この金目鯛の出汁を、どんどん煮出していきます。これ透明なね綺麗な出汁を取りたかったら、弱火でね静かに炊けば綺麗なね透き通った出汁が取れるし、で今回はね結構濃いめの出汁を引きたいので、強火でねもうグツグツ沸かしながら、出汁を引いていきますって。こんな感じでね
グツグツ沸かしていくと、まあ焼いてるとはいえね、こんな感じで多少はアクが出るので、アクをすくって、でまあここからね、30分ぐらいどんどんね煮詰めて、濃いめの出汁を作っていきます。30分経つとだいぶねこうスープも煮詰まって濃いめの出汁になっているかと思いますので、ここまで煮詰まったらスープは完成と。であとはねこれこして小骨を取り除くだけと。そうしたら今度は、こっちのね身を焼いていきますと。身を焼くときはねこんな感じでね、適当に皮目に包丁入れてあげて串打って焼いていきますと。この串の打ち方だとかは他のね、マナガツオの幽庵焼きだとかね、そういう動画で、詳しく説明しているので、焼き魚についてね詳しく知りたかったらそちらを参照してくださいと。はい、そうしたら、こちら焼いていきたいと思いますと。綺麗に焼き目がついたら先ほど作った金目鯛のスープと、このね焼き魚を合わせて完成ですと。でスープはどう味をつけてもいいんですけれど、僕はねお酒を少しと薄口醤油ですね、薄口醤油少しと、最後ねこれお塩で、味を決めてこの焼き魚と合わせて、今日はね、料理完成と。あとはね思いのままに盛り付けてあげればいいのではないかと思いますので、あとこちらは、ごまですね。叩いたごまと、これわさびですね。柚子多少長めに切ってあげて、ちょっとね多めに、添えてあげればね、焼いた金目鯛をね金目鯛の出汁で食べるっていうね、これからね寒くなる時期にはこういった料理も良いのではないかと。今日はちょっといつもやらないようなちょっとだけ手間のかかる料理を作ってみましたと。以上でございますと。